霊界通信小桜姫物語浅野三郎著23豊玉姫と玉頼姫。まもなく以前の小娘が再び現れました。どうぞお上がりくださいませ。言われるままに私は小娘に導かれて御殿の長い長い廊下を幾曲がり、ずっと奥まれる一間に案内されました。部屋は10畳ばかりの青畳を敷き詰めた日本間でございましたが、さりとて日本風の白木造りでもありませぬ。障子、欄間、床柱などは黒塗り、また円の手すり、ひさし、その他造作の一部は二塗り、といった具合にとてもその彩りが複雑で、そして濃艳なのでございます。また床の間には一幅の女神様の掛け字がかかっており、龍神の置物が据えてありました。その龍神が素晴らしい勢いでカッと大きな口を開けていたのが今も目の前に残っております。開け放った障子の隙間からはお庭もよく見えましたが、それがまた手数の込んだ大層立派な庭園で、呪詛戦績のえも言われぬ配合はとても必死に尽くせませぬ。今日の銀閣寺の庭園も好きの限りを尽くした大層贅沢なものとかねて聞き及んでおりますので、ある時私はこちらから覗いてみたことがございますが、竜宮界のお庭に比べるとあれなどはとても段違いのように見受けられました。いかに衣装を凝らしてもやはり現世は現世だけのことしかできないものと見えます。何、そのお部屋で乙姫様にお目にかかったかとおっしゃるか。おほほ、大層お待ちかねでございますこと。ではお庭の話などはこれで切り上げて、早速乙姫様にお目通りをしたお話に移りましょう。もっとも私がその時お目にかかりましたのは玉頼姫様の方で、豊玉姫様ではございませぬ。つまりこのお二方はご兄弟の間柄ということになっておるのでございますが、何分にも竜宮界のことはあまりにも奥が深く、私にもまだお二方の関係がよく分かっておりませぬ。お二人が果たして本当にご兄弟の間柄なのか、それとも豊玉姫のご分霊が玉頼姫で終わりになるのか、どうもその辺がまだ十分私の腑に落ちないのでございます。ただしそれがどうあろうとも、このお二方が切っても切れぬ深い因縁の姫神であらせられることは確かでございます。私はその後幾度も竜宮界に参り、そして幾度もお二方にお目にかかっておりますので、幾分その辺の事情には通じているつもりでございます。この豊玉姫様と言われるお方は第一の乙姫様として竜宮界を代表を遊ばされる尊いお方だけに、やはりどことなく重みがございます。なんとなく竜宮界の女王様といったご様子が自然にお体に備わっておられます。お年は27、8または30くらいにお見受けしますが、もちろん神様に実際のお年はありませぬ。ただ私たちの目にそれくらいに拝まれるというだけで、それからお顔はどちらかといえば下ぶくれの面長、目鼻立ちのうちで、どこかが特に取り立ててよいと申すのではなしに、どこもかしこもよく整った、まことに品位の備わった立派なご器量、そしてその御物腰は至ってしとやか。私どもがどんなぶしつけな事柄を申し上げましても、決して嫌な色一つお見せにならず、どこまでも親切にいろいろと教えてくださいます。そのご同情の深いこと、またそのご気性の素直なことは、どこの世界を探してもあれ以上のお方がまたとあろうとは思われませぬ。それでいて奥の方には凛とした大層お強いところもおのずと備わっているのでございます。第二の乙姫様の方は豊玉姫様に比べて
お年もずっとお若く、やっと21か2くらいに思われます。お顔はどちらかといえば丸顔。見るからに大層お陽気で、お召し物などはいつも思い切った派手作り。ちょうど桜の花が一時にパッと咲き出たというような趣がございます。私が初めてお目にかかった時のおなりは、上着が白の薄物で、それに幾枚かの色物の下着を重ね、帯は前で結んでだらりと垂れ、その他に幾筋かのひらひらした長いものを巻きつけておられました。これまで私どもの知っている服装の中では、一番弁天様のお身なりに似ているように思われました。とにかくこのお二方は、竜宮会きっての花形であらせられ、お顔もお気性も、どこやら共通のところがあるのでございますが、しかし引き続いて、幾代かにわたりてご分霊を出しておられるうちには、ご性質の相違が次第次第に強まってゆき、末の人間界の方では、豊玉姫系と玉百合姫系との区別がかなりはっきりつくようになっております。概して豊玉姫の系統を引いたものは、あまりはしゃいだところがなく、どちらかといえばしとやかで、引っ込み思案でございます。これに反して、玉百合姫系統の方は、至って陽気で、進んで人中にも出かけてまいります。ただ、人並み優れて情け深いことは、お二方に共通の見点で、やはりご兄弟の血筋は争われないように見受けられます。あれ、またしても、話が脇道へそれて先走ってしまいました。これから後へ戻って、私が初めて玉頼姫様にお目にかかった時の概況を申し上げることにいたしましょう。